皆さんこんにちは。マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、エーブルキャリーさんの MAX-EDC に新たな製品がね、ラインナップに加わったので、それをね、ご紹介していきたいと思いますが、この MAX-EDC、昨年10月にエーブルキャリーさんから発売開始されて、発売と同時に大人気になりました。で、あまりの人気にですね、ご覧の通り、しばらくね、在庫なし状態で再入荷待ちということになっていたんですけれども、ようやくね、はい、ここですね、2月18日に再販が開始されるということになりました。これだけでもね、待ちわびていた人には嬉しいニュースなんですが、なんとこの再販のタイミングに合わせて MAX-EDC に新しいモデルがラインナップされました。それが、はい、こちらのモデルになります。MAX-EDC リップストップモデルです。で、もうすでにこれを撮影している段階で公式サイトにね、こういうふうに発表されております。で、カラーバリエーションがこちらブラックと、あとタンですね。そしてお値段の方が44,000円ということになっております。で、このね MAX-EDC に関しては当チャンネルでも昨年の発売と同時に紹介動画上げさせていただきましたが、今回も発売に先駆けてこちらリップストップモデルを提供していただいて、しばらくね使うことができました。で、今回この動画では新しくね登場したこの MAX-EDC リップストップモデルを X パックモデルと比較しつつ、その特徴についてね紹介していきたいと思います。MAX-EDC のリップストップモデルが登場するのを待っていらっしゃった方、たくさんいらっしゃると思います。ぜひね最後までご覧ください。それではね、早速始めていきましょう。では、まず最初に MAX-EDC とはどんなバックパックなのか、詳しくはね、紹介動画を見ていただくとして、リップストップモデルを紹介する前に簡単にね、おさらいをしていきたいと思います。まず EDC というのはエブリデイキャリーの頭文字で、毎日持ち歩く必需品やガジェット、あるいはギアなどをね、表す言葉です。で、最近日本でもね、毎日持ち歩くものを紹介する YouTube 動画、カバンの中身紹介といったような動画のタイトルで目にすることが増えています。で、その EDC を名前に持つこのバックパックは、エーブルキャリーさんのラインナップの中で最も大きい容量のこちらですね。MAX バックパックのデザインをベースに使いやすい容量に30リットルから26リットルにサイズダウン。で、その際にただ単にね、デザインをそのまま小さくしたのではなくて、さらにね、使いやすくするために細部の改善、工夫、そしてエーブルキャリーさんのね、他のバックパックで採用されている機能も追加した、究極に使いやすい高機能な、いわばエーブルキャリーさんのバックパックの集大成とも言えるモデルがこの MAX-EDC なんです。EDC の名前の通り少し大きめな容量で、通常の通勤通学から1、2泊程度の旅行や出張まで幅広く対応できて、日常生活のほとんどのシーンをこのバックパック一つあれば大丈夫という汎用性の高さが特徴となっています。次に収納について、MAX-EDC は3つのコンパートメントから構成されているのが特徴と言えます。まず1つ目、PC コンパートメント。MAX-EDC は PC コンパートメントがメインコンパートメントとは別に独立して存在するのも特徴の一つです。毎日ノート PC を持ち歩いている方、電車のね、待ち時間やちょっとした隙間時間にさっと PC を取り出して作業したいという方には、メインコンパートメントにアクセスすることなく、さっと PC を取り出して作業にね、入れる、とても便利な機構となっています。で、PC コンパートメント、これ自体が PC ポケットになっていて、最大17インチまでのノート PC に対応。で、あと特徴的なのが、ここにですね、僕がガジェットポケットと呼んでいる整理ポケットがありまして、こちらも MAX バックパックからかなりね、変更されて細かく改良されているんですが、中こういう風になっていて、少しね、マチを設けてくれたので、少し厚みのある電源タップもここに収納することができるようになりました。PC 作業をするときにこのポケットにアクセスすれば全てね完結するというところも大きな特徴の一つ、魅力の一つだと思います。次にメインコンパートメント。メインコンパートメントはこういう風に大きく開口します。そして中が最大25リットルの一つの大きな空間、仕切りのない一つの大きな空間というのが特徴だと思います。で、こういったね大容量というのも特徴なんですが、内側にこういったポケットですね。背面側にもメッシュのポケットとか、あとね、
上側にもこういうポケットがありますが、大きいものが入るというだけではなく、小物もね、しっかりと整理して入れることができます。はい、さらに3つ目のコンパートメントですが、通常ですね、フロントポケットと呼ばれる場所、ここですね。ここを僕はフロントコンパートメントと呼んでおります。で、なぜかというと、これ見ていただけるとわかるかと思うんですが、最大8リットル入るんですよ。で、しかもね、特徴的なのは、これ外側に膨らむわけではなくて、内側に薪をたくさん取ってくれているんですよね。これが薪の部分なんですけれども、なのでこのフロントコンパートメントの8リットル分の容量というのはメインコンパートメントとの共有ということになるわけなんですが、それにしてもですね、8リットルの大空間ですので、例えばこれ体育館シューズが入っているんですが、このフロントコンパートメントに靴を丸ごと入れることもできます。ですので、例えば学生さんが勉強のテキストなんかはメインコンパートメントに入れて、部活とかでね、使うウェアや靴をここに入れて別々に持ち運ぶ。あるいは社会人の方でお仕事関係の書類とかはこちら。そして仕事帰りにね、ジムに立ち寄るけれども、その時に着るウェアなんかをこちらに入れると。そういうふうに仕分けして収納することができます。ノート PC へのアクセスの良さ、そして容量をね、調整して使うことができるメインコンパートメントと、こちら、フロントコンパートメント。さらに全体的に少し大きめの26リットルの余裕の容量。毎日持ち運び、どんなシーンでもね、対応できる万能バックパックと言えると思います。はい、ということでね、MAX-EDC がどんなバックパックなのか、簡単にね、おさらいを終えたところで、いよいよね、この2つのモデル、X パックモデルとリップストップモデルの比較、違いについてね、詳細にお伝えしていきたいと思います。で、このね、2つのモデル、主な変更点は次の3つになります。まず1つ目、主な素材ですね。X パックモデルは実はこの表生地 X パックとあともう一つセンデニールのコーデュラナイロンが主なね素材として使われています。で、それに対してね、リップストップモデルは後で見ていただきますけれども、210デニールのコーデュラリップストップナイロンが主な素材となっております。で、次に重量ですけれども、X パックモデルが 1550g、それに対してリップストップモデルが 1470g。少しね、軽量化されています。で、あと価格ですけれども、X パックモデルが 47,300 円。それに対して、リップストップモデルが 44,000 円と、3,300 円ほどお安くなっております。で、これからですね、今挙げた主な変更点3つについて、さらにね、詳しく見ていきたいと思いますけれども、その前にですね、外観をね、ちょっとチェックしてみたいと思います。で、この2つのモデル、表生地が先にね、お伝えしたように X パックからリップストップに変わっただけで、基本的にはですね、ご覧の通り、デザインは同じです。ただね、先ほどお伝えしたように X パックモデルというのは主な素材、2つの素材からできていたんですね。ですので、X パック生地からリップストップ生地に変わっただけではなくて、はい、背中がね、接する面を見ていただくとわかるんですけれども、例えば、このショルダーハーネスの取り付け部分、それからここにパッドが入っていますけれども、この両サイド、さらにこの底面部分ですね。こういったところに X パックではなくてセンデニールナイロンが使われていました。で、これに対してね、リップストップモデルはこのショルダーハーネスの取り付け部分、それからパッドの両サイド、さらに底面部分ですね。すべてリップストップ生地となっております。で、この変更はですね、強度的にどうなのかと思われる方いらっしゃると思いますが、結論から言うと全く問題ないと思います。で、確かにね、このコーデュラセンデニールナイロンの方が、こちらリップストップモデルのコーデュラリップストップ210デニールナイロンよりも耐久性にはね、優れているとは思うんですけれども、決してね、この210デニールナイロンが弱いわけではないです。で、そもそもですね、このセンデニールナイロンっていうのはオーバースペックなんですよね。めちゃくちゃ強いんですよ。通常使いであれば、この210デニールナイロンで強度的にはね、十分だったわけです。またね、この1000デニールナイロンというのは非常に強いんですけれども、生地も当然分厚くなります。で、その分ね、重くなりますし、またね、表面がご覧のようにちょっとね、こうザラザラした感じなんですよね。なので、まさにね、ここなんか、
このホコリがついてたりするんですけれども、あるいはね、こういった風にホコリがつきやすいんですが、これね、指で払ってもなかなか取れないんですよ。なので定期的にね、こういったものを使ってホコリを取らないといけなかったんですが、こちらリップストップモデルの210デニールナイロンの方は表面がね、すごくサラサラしてるんですよね。なのでホコリがつきにくいですし、ちょっとホコリがついてもささっとこう指で払ってやれば取れます。ということで、日常使いのね、バックパックとしてメンテナンスが楽になるというメリットがあると思います。はい。ということで、生地の変更による外観の違いですね。こちらをチェックしていただきましたけれども、次にね、先にお伝えした主な変更点の3つですね。素材、重量、価格。この3つについてね、詳しく比較していきたいと思います。まず1つ目、素材について比較していきます。それぞれの生地のメリットとデメリットなんですけれども、まず X パック。メリットとしては、生地がですね、硬いんですよね。で、張りがあります。今ね、これ中に何も入っていない空煮の状態なんですけれども、生地自体が硬いのでシルエットが崩れにくいです。で、なんといっても X パックの場合、最大の特徴、メリットは防水性ですよ。非常に高い防水性能なので、雨にすごく強いです。で、一方デメリットとしては、先ほどお伝えしたように生地が硬いので、ちょっとね、こうパリパリとした感触なんですよね。この感触、質感が苦手とおっしゃる方、結構ね、いらっしゃいます。で、さらに見た目の特徴としては、やっぱりね、この大きな X 柄ですね。これが条件によっては結構目立ちます。今ね、ちょっと暗い部屋の中で撮影しているので、あまりね、比較しても分かりにくいと思うんですけれども、太陽光の下とか直射日光が当たったりすると、かなりね、この X 柄が目立ちます。で、あとね、先ほど紹介したように、この生地っていうのは3層構造、圧着して作っている生地ですので、経年劣化によってこの圧着が剥がれてくる、剥離するというようなことがあります。で、非常に強い生地ですので、通常ね、普通に使っている分には、それほど心配することはないんですけれども、ハードなね、環境で使ったりすると、だいたい5年から10年ぐらいと言われているんですけれども、この3層が剥がれて、水ぶくれのようなね、剥離が起こったりするというふうに言われています。一方、コーデュラリップストップ。メリットとしては、まずね、生地がすごく柔らかくてしなやかです。なので、手触りがね、すごくいいんですよね。で、また、先ほどお伝えしたように、引き先に強いですし、あと、摩耗にも強いですので、こういった底面部分に使われても全く問題ありません。一方、デメリットですが、まず、水に関して、コーデュラリップストップは防水ではなく、あくまでも撥水です。で、また、生地が柔らかいので、今ね、こうやって説明していても、ちょっとこう凹んだりしていますが、シルエットが崩れやすいという点もデメリットかと思います。これらの2つの生地のメリット、デメリット、もう少しね、検証していくと、まず生地の硬さについてですが、はい、空煮でね、こういう風に置いた場合、X パックはね、そのままの形を保っていますけれども、リップストップの方は、こんな風にですね、中央部が凹んできます。また、全くね、この2つ同じデザインのはずなんですが、なぜかですね、リップストップモデルは少しね、こう、丸みを帯びた柔らかいシルエットに見えたりしませんか？僕だけですかね。そんな感じが僕は受けます。このね、X 柄の影響があるのかもしれないんですけれども、不思議なんですが、リップストップは生地自体もね、柔らかいんですけれども、見た目もね、何か柔らかく見えたりします。はい、続いてね、バックパックに大切な要素の一つとして、防水性が挙げられると思うんですが、これに関してはもう明らかに X パックの方が上です。こちら、リップストップはあくまでも撥水です。一応 PU 加工されていて、かなりね、強力な撥水性能を持っているんですが、それでもね、長時間強い雨にさらされると浸水してしまいます。はい、それから見た目の印象ですね。今ね、これ室内で撮っているので、この X パックの X 柄、あまり目立たないと思います。リップストップと比べても違いがね、それほど目立たないと思うんですが、これがですね、屋外で、それも太陽光の下だと、かなりね、この X 柄が目立ちます。そしてこの X 柄からカジュアル感とかアウトドア感が強く感じられてしまうんですよね。そのせいで最近ね、スーツでリュックを背負う人が増えていますけれども、X パックモデルはどうしてもね、ビジネスシーンでスーツと若干合わせにくいように思います。で、その点はこのリップストップモデル、
格子柄がね、入ってはいるんですけれども、細かい柄ですので、それほど目立ちませんし、X パックと比べると、ややね、スーツにも合うフォーマルなシーンでも違和感は少ないと思います。あと、これもね、生地の特性だと思うんですが、同じブラックでも色味がね、違いますよね。これはカメラ越しでも伝わると思うんですが、X パックのブラックモデルは、黒の中でもライトブラック、若干グレーに近いようなちょっと明るめのブラック。明るめのブラックというのは言い方も変なんですけれども、そんな風に見えますよね。一方、それと比較すると、リップストップモデルは、ちょっとなんて言ったらいいんでしょう。書道の時に使っていた墨汁のような色、少し濃いパープルも入っているような感じに見えますよね。こういった色味の違いもこの生地によって生まれています。はい、続いてね、重量を比較したいと思います。カタログ上のスペックなんですけれども、X パックモデルは 1550g、それに対してリップストップモデルが 1470g ということで、80g ほど軽量化されています。で、そもそもね、MAX-EDC は26リットルクラスのバックパックとしては、ややね、重め。ただ、実物をね、触っていただければすぐに分かっていただけると思うんですが、すごくね、しっかり作られているんですよね。バックパック自体にね、ある程度の剛性があります。で、これはね、エーブルキャリーさんの他のバックパックにも共通している特徴で、例えば、こちら、デイリープラスというバックパックなんですけれども、これもね、21リットルサイズのバックパックとしてはちょっと重めなんですよね。ですが、個人的には、このちょっと重めな重量というのは、エーブルキャリーさんのバックパックの場合は、全くね、問題にする必要がないと思っていて、で、それはなぜかというと、はい、こちらですね。エーブルキャリーさん独自のこの A フレームの構造によって、実際の重さよりも背負った時に軽く感じることができるんですよ。なので、今回ね、リップストップモデルが 80g 軽量化されたというのも、実際に背負ってしまえばね、違いを感じるレベルではないかなと思います。ただ、軽量化がね、全く意味がないかというとそういうことでもなくて、バックパックってね、常に背負っているわけではないじゃないですか。例えば背負う時にはね、よいしょって持ち上げますし、あるいは何か物をね、取り出したい時にはこういうふうに手元に持ってきて、物を取り出したりっていうことをしますよね。そういったいわゆる取り回しを考えた場合に、少しでもね、軽いに越したことはないわけで、80g とはいえね、軽量化したのは本当にね、ありがたいことだと思います。はい、次にね、実際に背負ってみた感じをご覧いただくとともに、背負った感触ですね。これをお伝えしようと思います。まず、X パックモデル、空荷ですね。荷物は何も入っていない状態で、こういう感じです。で、ちなみに僕は身長183センチありますけれども、183センチの人間が背負うと、これぐらいのね、体との比率になります。いかがでしょうか。はい、続いてね、リップストップモデルです。空荷の状態で実際に背負うとこんな感じになります。先ほどね、80g ほど軽くなったとお伝えしたんですけれども、やっぱりね、背負った感じ、特にね、違いはないですね。はい、続いてね、荷物を入れた状態でも試してみたいと思います。で、入れてみるのが、これがですね、冬場の1泊分の着替えとかですね。はい、そしてね、靴も入れてみます。はい、さらに PC コンパートメントに MacBook Air を入れます。はい、ちなみにね、これで重さを計測すると、約5キロですね。5キロの総重量となります。はい、で5キロの荷物を入れた状態で背負うとこんな感じになります。先ほどよりもね、やはり荷物が入っているということで、パンとね、バックパックも膨らんでいるように見えるかと思いますけれども、基本的にね、シルエットはあまり変わらないですよね。このあたりも MAX-EDC の魅力の一つかと思います。で、先ほどちょっと触れた A フレームのおかげで、やはりね、手で持った時よりも軽く感じるんですよね。これが本当にすごいなと思います。はい、一方、リップストップモデルですが、荷物を入れた状態で背負うとこんな感じになります。やはりね、こちらもパーンと内側からバックパックがね、膨らんだ感じになりますけれども、X パックモデルと比べて、やはりね、生地が柔らかいので、若干ね、このシワの入り方とか、表情がね、変わってくるかと思います。ただね、表生地の違いによって背負い心地に変化があるかと言われたら、これはね、変わらないですね。実際にね、体に当たってる面って、このショルダーハーネスの内側とパッドの部分が主ですので、特に変化を感じるということはありません。
はい、続いてね、2つのモデルの価格の差について考えてみたいと思います。最初にも価格お伝えしましたけれども、まず MAX-EDC の XPAC モデルはこちらですね、47,300円。それに対して MAX-EDC は44,000円ということで、3,300円ほどお安くなっております。で、消費者としては少しでもね、安いのに越したことはないんですけれども、このね、3,300円の差、これね、結構微妙な差なんですよね。というのは、エーブルキャリーさんのバックパック、X パックモデルが登場した後に、かなりお安くリップストップモデルが登場するというのが結構あるんですよね。で、例えば MAX-EDC のね、デザインの元となったこの MAX バックパックは、リップストップモデルが4,400円ほどお安くなっております。はい、それからこちら、デイブレーカー2ですね。こちらは6,600円の差。さらにね、この一番小さいモデル、13デイバックに関して言うと、なんと7,700円差があるんですよね。で、それに比べると、この MAX-EDC 結構ね、大柄なバックパックではあるんですけれども、価格差がですね、3,300円しかない。で、この3,300円であれば、まあ、頑張って X パック買ってもそれほど変わりないなという価格差なんですよね。はい。ということでね、最後のどちらを選ぶべきかというトピックスに入っていくんですけれども、ここで僕が考えるこの2つのモデル、どちらかを選ぶポイントですね。これをお伝えしていきたいと思います。繰り返しになりますけれども、普通の日常使いであれば、耐久性や強度という点については、この表生地の差ありません。両者とも十分です。で、価格差、先ほどお伝えしたように微妙です。それから重量の方も 80g の差です。ということで、価格差、重さでも選ぶのはなかなかちょっと微妙ですよね。まあもちろんね、少しでも軽い方がいい、少しでも安い方がいいという方は、リップストップモデルかなと思うんですけれども、今言ったポイントではなかなかね、選べないんですよ。では、どこでね、選ぶのかというポイントなんですけれども、僕はね、2つほどあると思うんですね。で、そのうちの1つが、表生地の好みによると思うんですよね。例えばですね、生地の質感とか柄ですね。購入したこのバックパックをどんなシーンで使うのか、ビジネスシーンとかフォーマルなシーンでも使うことがあるのかどうか、そのあたりがね、一つのポイントになるかなと思います。先にお伝えしたように、やはりね、X パックってこの大きな X 柄が特徴で、この柄によって同じデザインでもかなりアウトドア感、カジュアル感が出てしまうんですよね。で、もしね、ビジネス、スーツを着用した時にも使いますよというのであれば、僕はね、リップストップモデルをお勧めしたいと思います。で、またもう一つのね、選ぶ時のポイントが通勤通学の方法じゃないかなと思うんですよね。というのは、この生地圧倒的に違うのは防水性能なんですよ。X パックは防水、そしてリップストップは撥水なんですよね。通勤通学がオートバイとか自転車といったように、もしかすると雨に降られることがあると想定できるような通勤方法、通学方法の場合は、やはりね、X パックモデルを選んでおく方がいいと思います。で、逆に強度的には全く問題ないので、通勤通学が電車ですよ、公共交通機関使えますよ、あるいは車ですね。そういった場合には、リップストップで十分だと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は MAX-EDC X パックモデルの再販のタイミングに合わせて登場するこちらですね。MAX-EDC コーデュラリップストップモデル。こちらをですね、X パックモデルと比較しつつ紹介してきました。で、MAX-EDC、本当にね、欲しいんだけれども在庫がなくてずっと待っていたんだという方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、なんと今回再販に合わせてもう一つね、選択肢が登場したということで、どちらを選ぶべきか悩ましいところだとは思うんですけれども、ぜひね、この動画を参考にして選んでいただきたいと思います。この動画が少しでもね、参考になったよという方は、応援の意味を込めて高評価押していただけるとすごく嬉しいです。また、チャンネル登録まだの方、ぜひね、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。